今JR の持ち分比率の質問が出ましたけど、9月末時点でウェッジの GL 持ち分比率が33.80% ということで、新株予約権の GLW4 とか、あと J トラストアジアとか、クリエーションインベストスリランカが転換した際ということで、今後株式転換した場合、規約化ということになった場合に、連結子会社の要件というのがあると思いますけれども、外れてしまう可能性とか、何パーセント以下になったら、連結子会社から外れてしまうとかっていうのがあったら教えていただければと思います。ありがとうございます。では、CFO の庄司の方から、今のご質問にお答え申し上げます。一言で言うとですね、借地定規に何パーセント切るとダメとかっていうふうにはなってないですね。はい。実質を見られてますので、現状で。あと、我々も持ち分を増やしますんで。財務総務担当の庄司です。今ほとんど答え言われてしまったんですけれども一応ちょっと私も今日初めて話しますので少しお話しさせていただきたいと思います。まずですね、今おっしゃる通りで、株のまず連結の範囲どうやって決めてんのっていう話なんですけれども、持ち株比率じゃなくて、正確に言うと議決権の比率っていうことで決まってます。議決権の何パーセント持ってるのっていう形ですね。で、多分インターネットとかで質問されてる方もいたと思うんですけど、多分そこの、僕があれ書いたので、31% に下がっちゃうと再考しなきゃいけないかもしれないですよっていう書いたのは、私なんで、してそこの部分の中で、同じページによく見ていただけると書いてあるんですけれども、どうやって決めてるんですかっていうと、当時、35% 株持ってますというところと、あと意思決定機関を支配してますと、我々のところが。ということをやっぱベースにして考えてるっていう、あとは議決権を行使しない株主の方もいらっしゃいますよと。でその辺をトータル的に加味して、実質的に我々が支配してますかっていうところを加味してるっていうことで、連結の範囲に含めてるっていう形なんですね。で今、現状どうなってるのって言いますと、今おっしゃる通りで 33.8% です。ほぼそれ書いてある中身は、持ち株比率なんですね。議決権って書いてありますけど、正確に議決権数をシミュレーションして出してるわけじゃなくて、あれ持ち株比率です、ほぼほぼ。だから我々は議決権ベースで実質どれぐらい支配してますかっていうのを考えます。で、おっしゃる通りで、ワラント W4 持ってます。で、買い増し手段ありますかっていうところがあります。会社は買い増し手段を持ってますかっていうところがまず2点目。あと3点目、会社がグループリースを、連結子会社としてキープしていくという意思決定してますが、当然我々 GL を、連結子会社としてキープしていきたいというふうに思ってますので、その3点含めてトータル的に考えて実質的に支配してますかどうですかというのを判定をして毎四半期ごとやってるんですけれども、連結子会社に含むという手続きをやっています。今現状の株価で多少上限があったとしても、これは急に外れてしまうとか、だから天地がひっくり返るようなことにはならないというふうに認識しているというのは今現状の会社の見解になります。以上ご回答を申し上げます。ありがとうございました。もう一つ言うとですね、正直申し上げて、最終的にはですね、いつも言ってるんですが、純利益と、株主の実質的な純資産をですね、いかに増やすかというところに我々は全力を置いています。その目的のために必要であれば連結を維持しますし、必要でなければ連結を外すこともあるかもしれません。現状は連結を維持し続ける予定です。そしてその手段は十分に保有しているので、連結を維持する予定です。